こんにちは、ミミです。モカです。今回は、APS を作ってみました。作ってなかった？似たようなの。APS は前にも作ってます。今回のは、性能が向上した後継バージョンって感じです。へえ。なんでまた作ったかっていうと、新しい戦車が作りたいです。それもあるじゃん。そうだけど、この戦車を作ったのは2年くらい前です。ストアに色々新要素が加わったので、それを取り入れた新しい戦車を作りたいです。これが新要素？そうだよ。カメラとかにジンバル入力が追加されたり、弾薬ベルトが追加されたり、スコープが追加されたり、ルアの文字数が増えたりしてます。便利そうだね。まあ、色々追加された分、この戦車が陳腐化してます。なので、新しい戦車に積む予定の APS を作ってみたってことです。じゃあまず、APS について簡単に説明します。APS は、アクティブ防護システムって意味で、飛んでくるドローンやミサイルを、能動的になんとかするやつです。なんとか？こんな感じになんとかします。このタイプをハードキル型 APS って言って、飛んでくるものを破壊するタイプです。あと、ソフトキル型 APS っていうのもあって、ミサイルの誘導を妨害するタイプです。今回のやつは両方搭載してて、ミサイルのレーダー波を検知すると、JAF を発射します。どっか飛んでったね。JAF に誘導されてます。じゃあこっからは、前に作った APS からの改善点を紹介します。と言ってもハードキル型 APS がメインです。ソフトキルの方は？改善点ないです。まあとにかく、紹介していきます。まず、迎撃性能を向上させるために、迎撃体の遅延を減らしてます。迎撃するときはこんな感じなんですけど、飛んでってるのが迎撃体です。前の APS と比べて、迎撃体の爆薬を一つ減らしつつ、ロケットを倍にしました。それで？これのおかげで、より短い時間で決まった距離まで飛んでくれます。下が今回、上が前回の APS です。前のものと比べると、4キックの遅延削減です。ちょっとじゃん。遅延は重要なんです。ハードキル型 APS は、レーダーで目標を捉えて、迎撃タイミングとかを計算して、迎撃体を発射してます。なので、レーダーから迎撃体の爆発までの遅延が長いと、迎撃が難しくなっちゃいます。そんなに？じゃあ、ミサイルがこんな風に飛んできてる状況を考えます。左からミサイルが飛んできて、ここの戦車に命中します。迎撃するとき、信号の遅延があるので、命中寸前のレーダーのデータを使うことはできません。なので、この辺までに取ったデータから、迎撃タイミングを予測する必要があります。遅延が短ければ短いほど、新しいデータを使えるので、迎撃精度が向上します。確かに短い方が良さそうだね。まあね。なので、もう一つ遅延対策をしてあります。レーダーの数を減らしつつ、内部構造を大きく変更しました。前の APS には、レーダーが4つついてますが、今回の APS は2つです。前の APS のマイコン内では、レーダーのデータを個別に処理してから、1つのルアに渡して2つのランチャーを制御してました。でも今回は、レーダーを2つに減らしました。1つのランチャーに1つのレーダーを割り当てて、レーダーのデータ処理もランチャーの制御も1つのルアでやってます。これが左右1セットずつあります。これで、遅延が4キック減りました。でも、レーダー減らしたら比較できない？ただ減らしただけじゃそうなので、横にレーダーを振ることで解決してます。新機能のジンバル入力がないと、実現できないやり方です。早速活用してるね。ちなみに、振ってるだけじゃ5キックに1回しかミサイルのデータを取れなくなっちゃいます。ノイズ対策に使えるデータが減っちゃうし、遅延も増えちゃいます。なので、近づいてくるヤバそうな物体があるときは、そっちにレーダーを向けるようにしました。迎撃の時だけ、ミサイルの方向に向けてます。これで、前に作った APS と同じように、1キックに1回データを取れます。へえ。あと、ジンバル入力のおかげで、トップアタックにも対応できるようになりました。おう。でも、上下に FOV でかくすればいいだけじゃない？それだと、レーダーの有効範囲が短くなって、軽いミサイルを捉えにくくなっちゃいます。600メートルもあれば十分じゃね？新レーダーだと、250マスよりも軽い物体は、有効範囲が短くなる性質があるので、長めにしとかないといけないです。へえ。詳しくは、以前の動画で解説してるので、概要欄にリンク貼っときます。前の APS だと、水平 FOV を大きくして、垂直 FOV をほどほどに設定していました。どう見ても、上からミサイルが来たら防げないね。今回の APS では、水平 FOV はほどほどで、垂直 FOV を大きくしてます。これなら、真上以外のトップアタックを防げます。真上は無理なんだ。まあそうだよ。ちなみに、ここまでの改良ができたのは、ルアの文字数増加のおかげでもあります。現時点で7700文字までいってるので、前までの4096文字は余裕でオーバーしてます。長くね？レーダーのデータ処理から、ランチャーやレーダーの制御のプログラムも全部入ってるからね。最後の改善点として、相談数が片側1発から2発になりました。なので、0.5 秒くらい間隔が空いてれば、こんな風に2連続で迎撃できます。それでも少ないね。まあね。そもそも、狙われないようにするのは前提です。じゃあ、次は性能比較をやってみます。
こんな感じに、約200メートル毎秒のミサイルをいろんな距離から撃ち込んで、迎撃率を測定してみました。一つの距離あたり、10回迎撃を繰り返しました。結果がこれです。横軸が距離、縦軸が迎撃成功率です。新しい APS の方が、300メートル以下なら迎撃率が高かったです。確実に防げるわけじゃないんだね。猶予が短いから、どうしても難しいです。例えば、200メートルでの迎撃はこんな感じです。1.6 秒だね。意外と長くね。結構きついです。警報が鳴ってからは 0.5 秒しかないです。まあ、他にも理由はありますが、機械と迎撃が難しくなります。次は、ミサイルの速さを変えてみました。距離350メートルから、いろんな速さのミサイルを撃ち込みました。結果がこれです。横軸がミサイルの速さ、縦軸が迎撃成功率です。あんま変わんなくない？距離を取ってれば、ミサイルの速さは迎撃率にそこまで影響しないっぽいです。進化もしてない感じだね。まあね。でも、迎撃できる行角は増えました。行角70度のトップアタックでも防げてます。真上は防げてないね。レーダーの死角だからね。検知も難しいです。あと、改善点もあるっちゃあります。へえ。迎撃率についてなんですけど、さっき、近い距離の迎撃が難しいっていう話をしましたが、時間以外の理由があるかもしれないです。こういう状況を考えてみます。X 座標0に戦車がいて、プラスの方向からミサイルを発射します。そうすると、ミサイルの座標って、こんな感じに変化するはずです。横軸が時間、縦軸が X 座標を表してます。こういうこと？そうだよ。発射された直後って、大体等加速度直線運動をします。空気抵抗は？あるけど、そこまで速度は出てないってことで、無視します。そして、私が作った APS は、相手のミサイルが等速直線運動をするという前提で作ってあります。なので、ミサイルの位置や速度の推定は、この辺りのデータを使って、こんな感じになってるはずです。ずれすぎじゃね？まあ、誇張してはいるけどこんな感じのはずです。このデータだけ見て、一次関数を当てはめるとすると、こんな感じになりそうですよね。まあそうだね。でもこれだと、実際よりも着弾を遅く推定することになって、迎撃隊の発射が遅れちゃいます。実際、近い距離から撃ち込んでみると、警報は鳴るけど発射は遅れてます。この映像でも、ミサイルを通り越してから爆発してます。位置もずれてるね。迎撃失敗です。なので、1次関数で推定するんじゃなくて、2次関数で推定すればいいんじゃねって思いました。これなら、発射直後のミサイルの動きもうまく推定できるはずです。そうなのかな？まあ、うまくいったら改良バージョンを出す予定です。ところで今回、時間かかったね。実は、没バージョンが2つくらいあって、時間かかりました。レーダーら辺が変わってるね。4つだとうまくいかなかったです。じゃ、今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。高評価とか、チャンネル登録してくれたら嬉しいです。